すみません。ようこそハオスデアリーベ。中へどうぞ。はい、失礼します。若い男は挙動不審な様子で部屋の中に入ってきた。部屋の中をキョロキョロ見渡し、様子を伺っている。どうぞおかけになってください。お飲み物何か飲まれますか？占い師は若い男の心を落ち着かせようとしていた。今の状態では悩み事を話すまでに時間がかかってしまうだろう。はい。じゃあコーヒーで。承知しました。少々お待ちください。ありがとうございます。すいません。占い師にお礼を言ってカップを手に取ると、そのままコーヒーを口の中へ流し込んだ。幼そうな見た目だが、そのままブラックで飲むことを考えればそれなりに大人なのかもしれない。おいくつでいらっしゃるのですか？すいません。今年で17になります。ショーって言います。よろしくお願いします。なんかいろいろスマホで調べ物をしていたら、気づいたらここにたどり着いて、それで。いつも訪れる客よりかはまともな人間のようだ。育ちがいいのか、物腰が柔らかく好青年という印象だ。それでは翔さん、お悩み事をお聞かせいただけますか？悩みがあるってわかるんですか？ええ、わかりますよ。どうぞリラックスしてお話しください。はい。全部僕が悪いのは分かってるんですけど、止められなかったんです。自分でも何が何だか分からなくて。僕の家は複雑な家庭でした。父と母、それと僕の3人家族ではあったのですが、父親とは遺伝子的つながりがありませんでした。でも、そのことは中3まで知らなくて、本当の父親だと思ってそれまで生きてきました。ごく普通の家庭。そんな幸せのただ中にあった翔の家族は、ある時から徐々に崩壊への道を歩み始めることとなった。中2くらいになって、なんか何に対してもイライラしちゃって、先生とか親とかに対してうるさいって思うようになりました。その頃父さんは毎日仕事が終わるのが遅くて、僕が寝る時間までに帰ってくることはほとんどありませんでした。翔の父親は住宅メーカーの営業マンだった。外回りをした後、残業をすることが多かったため、育児は妻に任せきりな状態。反抗期になった息子に対しても何もしようとはしなかった。夏あたりだったかな。僕の部屋って2階にあるんですけど、1階からなんか物が落ちる音っていうか、ドンみたいな音が聞こえて、ちょうどその時スマホでアニメ見てて、けどうるせえなと思って下に見に行ったんです。そしたら母さんが床で泣いてて、それなのに父さんはソファーに座ってなんか怒った顔して母さんを見てるだけだったんです。翔の母親は日に日にひどくなっていく息子の反抗期を夫に相談していた。しかし夫からは仕事で疲れているという言葉しか返ってこない。私だけではもう限界だという訴えに激怒し、母親の手を払いのけた。その拍子に母親がバランスを崩してこけたのだ。とっさに僕は父さんを怒鳴りつけていました。何してんだよって。そしたら父さんはお前には関係ないって怒ってきたんです。それで僕カチンときちゃって、気がついたら叫びながら家を飛び出してたんです。何が起きたか全然わかんなくて、その後のこともあまり覚えてません。そして気づいたら警察の方に補導されそうになってました。その時両親が現れて、なんとかうまくいってくれたみたいです。結局僕はそのまま家に戻ってきました。でもそこには今まで通りの家族はありません。父さんも母さんも僕に気を使ってるんです。この子は何をしでかすかわからないとでも思われたんですかね。その時から僕の居場所はなくなりました。
ご機嫌取りって言うんですかね。何するにも両親は僕の様子を伺うようになって居心地が悪くて、学校から帰ったらずっと自分の部屋にこもるようになりました。夫婦間の関係は以前にも増して悪くなった。亭主関白が過ぎる父親に母親はストレスを募らせていく一方、いつ爆発してしまってもおかしくない状態だったのである。Haus der Liebe。それでも僕はなんとか学校には行っていて、とうとう迎えた高校の合格発表の日、学校によって合格を報告しました。その時はなんかモヤモヤしてた気持ちが晴れて、母さんの好きなシュークリームを近くのコンビニで買いました。それで元通りになるなんて思わないけど、なんかが変わる気がして。でも玄関ドアを開けたら母さんが倒れてました。何もかも手遅れだったんです。今さら家族を取り戻そうなんてしたから罰が当たったんだ。母さんは長い時間手術室にいました。病院のベンチで待ってる時、なんかこれドラマで見たことある光景だななんてのんきに思ってて、そしたらやっと父さんが来たんです。だけど何も話してくれなかった。妻が倒れた日でも翔の父親は残業をしていた。もはや修復ができないほど家族は崩壊していたのだ。僕の隣に座った父さんがこう言いました。お前は俺の本当の子供じゃない。母さんの連れ子だったんだって。なんでこのタイミングでそんな話をするのか理解できなかったけど、黙ってその話を聞いてました。本当の親ではないから反抗期になろうが自分には関係ないと主張した父親。彼は告白な男であった。結局母さんは戻ってきませんでした。僕が気づいてあげられなかったのが全部悪いんだ。母さん無理してたんだって分かったのに、もう遅かった。そんな僕の気持ちなんて父さんは考えてもくれなかった。すぐに新しいお母さん候補を連れてきたんです。どうせ本当の父親じゃないし、もうあいつがどうしようがどうでもよくなりました。それから1年、家では何も感じなくなってしまいました。僕どうしたらいいんでしょうか。まだ高2だし、家を出て一人で暮らすなんてこともできない。でもこんな家にいるのはもう無理なんです。ただただ普通に幸せだったあの頃に戻りたいだけなのに。戻れますよ、普通の幸せな家族に。本当ですか？僕が壊してしまった家族を元通りにすることなんてできるのでしょうか？もう母さんもいなくなってしまったし。はい、できます。私がいいというまで目をつむって願いを念じてください。翔は恐る恐る目を閉じ、両手を合わせて念じ始めた。それを合図に占い師も手を合わせ、目を閉じ、水晶に向かって呪文を唱えて儀式を始めた。水晶が徐々に光を放つと、その光は占い師の手の中に向かい始め、やがてそれは大きな光へと変わった。そして占い師が合わせていた手を開くと、そこには一つのペンダントがあった。シルバーに輝くチェーン、ヘッドには虹色のオパール。儚く光を放つその石の輝きには占い師のある思いが込められていた。あなたにはこのペンダントを差し上げます。翔さんがこれをつけ続ける限り、きっと幸せになれるでしょう。しかし決してこれを外してはいけません。こんないいものいいんですか？ありがとうございます。つけてればいいんですよね。わかりました。あれ、これっていくらしますか？僕学生であんまりお金持ってなくて。お代はいりませんよ。お代はすでにいただきました。あなたの経験した思い出、記憶。
ありがとうございます。ねえ、本当にいいんですね。ああ、よかった。これで僕、普通になれます。じゃあ、失礼します。ええ、あなたに幸せな人生がありますように。ショーは占い師に深く一礼して部屋を出て行った。とてもすがすがしく自信に満ち溢れた顔。訪れた時の彼とは全く違う少年のようだった。ショーよ、自分の力で幸せをつかむがいい。記憶がリセットされた胸像の中で。占い師のアクセサリーによってショーが実の母親と過ごした時間や父親との辛い記憶は彼の頭から消え去った。自宅に戻ったショーにはそこにある家族が本当の家族だと思えるだろう。それは占い師が作り上げた虚像でしかない。しかし彼はその中で生きていくしかないのだ。与えられた一度のチャンス。どう幸せをつかみに行くのかは全て小次第だ。今日は少しばかり客に甘かったようだ。ショー、お前はその虚像の中でどんな幸せを見つけるのか。ショーが持つオパールには愛の終わりを告げるという石言葉がある。再び彼のもとに愛の終わりが訪れなければいいのだが、そう思って占い師は怪しく光る水晶をひとなでした。